はい、それではメロン農家通信始めていきたいと思います。今日は6月20日、そして雨です。雨ポツポツ。先週はヤギのところじゃなかったんで、今週はヤギ。ようちゃん。はいはい。行きましょう。ヤックルも。行きます。まずはブドウからね。ブドウ順調にいっておりますね。言ってるけどこう先っぽヤギに食われて今脇芽を伸ばしている最中です。この脇芽がやられないように要注意です。そしてあとね、除草剤をやった。この周りはやってない。これはやっぱりこれシャインマスカットじゃないね。完璧になんか枝がチリチリチリって葉っぱも小さいし、なんかそういう台木の方ですね。ちょっと予防もちょっと効かした方がいいかもしれない。こっちは健康にいってるけどね。 BK シードレスはやっぱり脇芽1回食われたけど本芽が一発食われてて、今脇芽を伸ばして上まで届きましたので、これをこう棚の上にどんどん伸ばしていきます。初年度でどこまで伸ばせるかですね。こまめに誘引していきます。であれなので、ここのところちょっとあれしてるので、スイカ大きくなってきた。そろそろ皿を敷かないとやばい。ほら、こんにちは。意外とね、ほら壮観ですよ。こっちは金色ラオウ、こっちは TK40。 音もいいね。スイカもだんだん順調になってきたけど、でだんだん少しずつ手が回ってきたので、ちょっと床屋に行って顔剃りとかしてきたりしました。でも床屋行ったのが1年以上ぶりだな。久しぶりですねって言われましたね。はい。でメッセージコメントたくさんいただいてるので、どんどんコメント返ししていきますが、とりあえず手っ取り早く、これが植えて2週間ってとこですかね。で最初の成果系のメロン、成果系はもうそろそろ終わりですね。巻くのは今から成果、一番うちで硬いメロンの後輩が今日3日目でほぼ終わりました。やっぱり全然上に行かない。上に伸びていかない。ここが短い。葉っぱがすごく多い。この時点で、ここだとすると1234567891011121314、ここで14、ここまで行くまでに18枚。18枚だといつもだとね、これぐらいだよ。ここからこれぐらいだから、それぐらい石棺が短いってことだね。これは12367891011121314151617、これぐらいかな。これぐらいで適心だねってな感じですね。成果系がまだ成果系を育てるには時期的にはちょっと早いっていうのもあるんだけど、木を育てる時期が、これがもうちょっと暑くなってくるとスーッと伸びていくようになる。でもこれがメロンになる時にはここからだいたい50日ぐらいかかるんですけど、今日から50日だともうお盆なんだよ。お盆じゃねえな、8月の1週目に収穫予定なんで、もう固めのやつのしっかりしたやつでいかないと、こうダラダラっと大きくなりすぎるメロンになっちゃうので。でジャックフルーツも順調。でもね、あれをちょっと焦がしました。乾かしすぎた。ほら焦げた。死んではいないからいいんだけど、ちょっとクガニーとシークワーサー焦がしちゃいました。でこれが早く動画にしないとな。毎週これを報告だけしてても多分出てくれると思うんだけど、まだ今のところ動きなしですね。これはマンゴスチンです。来週には少しでもちょっとの芽の種の動きがあればぜひご報告したいと思います。であとはブドウとあれか、今週は
今週珍しく F6 の動画は出してないな。F6 も落ち着いてきちゃったんでね。で LINE の方で連絡いただいて、なんか上の方の葉っぱが黄色くなっちゃったっていうコメントじゃないんですけど来たんで、ちょっと僕も実はなってるんですよ。っていうかこれはもう原因は分かっている。アザミウマが上によってもうかじられた。ただうちの場合は玉植えを16とか18取ってあるんで、これ1枚2枚ちょっといかれても全然大丈夫ですね。これは岡山から来た夏一、玉肌青いけど意外といいメロンになった。でかいですね夏一は。で夏4の方がこじっかりとしている。でこれがみやびの夏いいメロンになった。思ったよりいいメロンになって、これ紙かけてたらもっとすごくいいメロンになってると思う。でうちの夏4がどっかに、こっからうちの夏4か。これもいいメロン。これに何かをこっちがちなみにみやび、こっちの方が見た目的にはいい。でもこれにこの中の種はこの夏4に夏7っていう硬い種をかけてあるんで、それがの F1 は美味しくて、ネットがプリンと持ったいいメロンになる。まあだから固定種と固定種の優性遺伝、いいところ取りができる。優性というか今なんつうのかな、顕性、顕著の顕性で劣性って言われるやつが鮮性、潜在の線って言われていますね。でこれ付録だんだん伸びてきたんですけど、もうそろそろ第2肥大終わって玉吹きの時期ですね。これは印してあるやつだから残さないやつ、残すやつはいいメロンになっている。これまた出すんですけど、硬くて緩みづらかったっていうやつもちゃんと緩んできましたよ。ほら、なのでもう普通の管理に戻してます。ヤオンは21度、もうこれ以上普通に伸びていけばいい感じで育てていきます。これでだいたい1ヶ月ちょい、1ヶ月の動画撮ってあるんで来週中には出します。それとちょっとまた報告したいこともあるんで来週の動画で出します。あとはシャインマスカットのでかくなってきたから袋掛けですね。結構大きくなった。ここいらがちょっといまいち。まあでも最後の適流、これはもう多分埋もれるやつはないと思うんで、これもこれがちょっとまあでもこれ大丈夫でしょう。多分潰れるほどではないと思う。このまま袋かけられるけど一回薬やります。右は20フロアブルかオンリーワンやって、まあ液肥とともに、うちいつもメロンに実がついた後はアミノメリットの黄色とかやってるんで、それとカルシウムとを混ぜて殺菌剤と殺虫剤最終的にやって、そこから袋をかけます。それでしばらくブドウはお休みというか触らない。ベレーゾンっていう時期に触って枝取ったりとかすると粒がしおれたりする粒が出ちゃうので、去年は一粒も出なかったんですけど、だからこれからは触っちゃいけない時期になりますね。停滞期っていうのかな。でその停滞が過ぎてまた第2肥大というか第3肥大なのか分かんないけど、また柔らかくなっていきながらこう玉が膨らんでいく時期があるんで、そこまでは触れないんで袋かぶせて、あとは観察しながら待ち続けるっていう時期に移ります。はい。そしてこれも順調にネットになったし、でここも徐々にネットがチラチラ来始めた。で高見4種類のメロンの動画も来週出します。順調にいってます。もう1週間もう10日ぐらいで収穫になりますんで、
でこれは植えました。植えた。順調ですね。もう今の時期は晴れた日に植えるっていう、秋とか冬とかは晴れた時に植えて暖かく保つってことをしたいんですけど、もう今だいぶ暖かくなってきたんで、今の時期は雨は植えづらいか、曇りとか雨の時期に日に植えて、でそのまま、自然と活着を、晴れすぎると多分疲れちゃって活着もなかなか進まないんで、そんな感じに心がけてます。はい、それではここに来た。すっげえでけえ葉っぱ。ほらほら、でっかいっすよ葉っぱが。で一気に来たのがこれ、サトウキビ。もうこの軸が結構太くなってきたんで、これが多分食うところだよな。ここでだいぶ分血進んだんで土寄せしていきます。そして仲間と共に在来種を探しに行きます。千葉県の在来種、そんな動画も作れればなって思います。それではあれ行きましょう。コメント返しに行きましょう。もう1週間を振り返るだけで10分使っちゃった。全部出てくるかな。はい。それでは、シャインマスカットでかくするのが目的。2回目のジベレリンの動画でイーコージーさん、いろんな容量サイズのポリプロピレンの、メモリ付き取ってのビーカーがありますよ。あるんだ。いや一応 Amazon とかでも調べてみたんだけど、なかなか気に入ったのがなかったんで、もうちょっと調べてみます。来年までまたしばらく余裕があるので、その間に調べて買っておきます。ありがとうございます。名古屋ミーチンさん、やっぱり社員は路地では無理みたいですどんなに防除しても雨が降ったら病気になってしまいました。黒糖病と黒性病みたいです。ジベレリンをしても大きくならず黒い斑点が出てしまいました。全滅です。しかし屋根のある巨峰は元気です。僕も去年雨よけ張って、その前の年は20房ぐらいかな、20房ぐらい、ずっと路地でやってたんですけど、やっぱり黒糖病に悩まされましたね。黒糖病なんとか袋掛けまで行けば実の方はそんなに感染させずに食べるところまで行けたんですけど、葉っぱの方にはやっぱり何回本当にすげえ綿密に予防やっても黒糖病出ちゃったな。多分じゃないけど、社員は黒糖病に弱いですよね。栽培はしやすいって言われてるけど。で黒糖病はもう出ちゃうとその年ダメだからね、どんどん広がっちゃう。で来年に木を維持するっつってもその黒糖病がどんどん広がっていくんで、でも冬になれば一回リセットはされるのかな。である程度切り詰めないといけないんだけどね。そうなるとうち長野パープルと BK シードレスは今のところ黒糖病出てないですね。ただシャインマスカットと同じように結構防除は黒糖病向けに防除したりしている。そこにコメントがたくさんついてますよ。長山一さん、ぶどう生産量日本一の山梨県はほとんど露地栽培です。10日に一度の消毒でほぼ病気が出ません。消毒が足りないのでは。そうなんだ。不動明山さん。10日に一度の消毒でいい。
やっぱりさ防除歴がさしっかりしてるんだよ。でかい産地はみんなたちのその知恵とその山梨っていうぐらいだから、山梨の農業事務所とかがその薬の防除の歴、いろんなローテーションとかをちゃんとに指導しているんだろうね。今度そういうのを調べてみましょう。初期のそこに名古屋ミーチンさんが初期の新芽の時にベントレーをして、次にオンリーワンという洋風呂油を1回ずつしましたがダメでした。もっといい薬は何でしょうか。それで不動明酸14から15回の年間14から15回の散布、25種類前後の殺菌殺虫剤を使用します。そうか。でもそれぐらいメロンもそうだからね。一作のうちに、3ヶ月なんであれだけど、玉は本当に25種類じゃ効かないぐらい玉を持ってる。玉って殺菌剤とか殺虫剤の種類はたくさん持ってる。で、それにうちトマトもやるしスイカ、スイカとメロンはほぼ薬かぶるんでいいんですけど、トマトはトマトしか登録がないのとかがあるんで、それも含めるとかなり持ってますね。それで症状に合わせて殺菌と殺虫を組み合わせながら、あとさらにそこにバイオスティミュラントとか葉面散布、アミノメリットとかそういうのを含めてカクテルにしてやりますね。それでも出る時は出ちゃうから、やっぱり特にメロンなんかで言うと、僕は菌はそんなに出ないんだけど、アザミウマ、コナジラミ、こいつらの対策でいろいろ症状を見ながらやってますが、殺菌の方になるともう症状を見たら遅かったりするんで、もうその防除歴っていうか、今この防除をしたから次の来週はこれを入れるみたいな感じで、もうきっちりと発病前に始めていかないと多分手遅れになるんだろうな。どっかで出た対処っていうともう手遅れってことですね。だから早めにやっていくってこと。勉強になります。ありがとうございます。メロンの違い、緩めていく動画ね。ミネコやんばるさんお見事です。ありがとうございます。シーロさんお疲れ様です。メロン15ポット全部着火しました。中には形の悪いものもありますが、日々大きくなるのを楽しんでいます。この中でレノン、エリザベス、マリアージュの10節前後の外の葉の外側が黄色くなりました。今のところ生育には影響出ていませんが、原因が、分かれば教授願います。で、送付いただいたベルダの種と食レポのベネチアの種まきました。曇りの日が多く徒長気味ですが、10月初めには美味しいメロンが食べれるようにと思っています。そうだね、見たんだよね。見たんだけど、僕がそこであれしたのは、外側を縁取るって考えると、まず最初に考えられるのは薬害。薬害はやっぱり外縁取ったり、あとはプツプツプツってなったりとかするんで、縁取りっていうのもこうかけた薬がこう葉っぱの表面をこう流れてって、縁にこうポツポツポツってついたやつが乾いていくときにあれにこう症状が出たりするんで、それかなと思って、心当たりがなければ、あとは水が多くて蒸れて葉水をあげた時にやっぱりその葉水が残ってて、朝っつうか昼間一気に温度が上がった時にそこの部分が傷む、そういうこともある。ちょっと写真ぐらいで判断できるのはそれぐらいかなでしたね。はい、コメントありがとうございます。大玉スイカのつるを整理した動画で、インドネシアのファイヤーファイターさんはスイカが育っているのを見てすごく嬉しい。後で植えようね。あと植えますか。そうだね、スイカ世界中でやってますからね。日本のハイテクスイカももし来たら食べさせるんで、
時期にもしインドネシアから来られれば来てください。ありがとうございます。鳥まかし。春の成長が暴走中の、先週の、農園通信。森田さん、こんばんは。LINE で写真を送信しました。幹が太い原因は窒素が多いと返信いただきました。ありがとうございました。初期の、育つやつで、ちょっと、栄養、窒素効きすぎてるかなっていう感じだったので、そうしました。その後どうでしょう。また連絡いただければと思います。6種類の大玉スイカのその鶴の動画。森田さんこんばんは。名古屋みちんさん、森田さんこんばんは。自分のベルダと高見がこんな感じになってました。ベルダは、3本鶴にして1株3個にします。高見は4鶴4花にします。本当は2鶴4個にした方がいいのかな。確かに生理のとかも考えると露地系メロンは2鶴がやっぱりやりやすいですね。スイカとかだと4鶴で2花取ったりとかするんだけど、あんまり余計にそう鶴をっていうか小鶴を増やすと一鶴の充実が分散されちゃうんで、やっぱり2鶴ぐらいの方がいいかもしれないですね。はい、でもいろいろやってみるのがいいことですよ。ただベルダは R ス系なので、3鶴3個は多分分かんないけど、そんなに大きくなっていかないと思うんだよな。そういう品種じゃないんですよ。でもまたいろいろ成長過程教えてください。ありがとうございます。やっちゃん、スイカ鶴そこまで伸びたらもう見なかったことにします。知恵の輪解けてお見事。ありがとうございます。そうですね。でもね、あのままだと収穫できないです。入っていけないんで。なのでいずれもあそこの時点で僕んちはやらなければならないという。もうでもあれ以上は鶴の整理はしないです。そのまんまあとはやりっぱなしでいこうと思います。ありがとうございます。でやっちゃんの今週のやっちゃんのメロンだいぶ成長してきたようです。ちょっと見てみてください。こんな感じです。おはようさん、今日は6月13日土曜日です。こんなに大きくなったんです。これは台風の後2日後、3、4、5、3日が台風、4日、5日交配。これはね、この1個しかないんですよ。この1個しかなくて、ここに1個あるけども、こんなんダメだからこれは取っちゃう。一番これでっかいやつなんですけど、あとはうずら、ここにやばい、やってしまった。これ何回も教わったんだよ。ここに玉、これダメだ葉っぱの後ろにあるってことでね。今こんなぐらい。さっきのは取っちゃって、この子は残念ながら取っちゃって、この子を育てよう、そうにしてみます。だいたいね5段ぐらい交配してるので、意外と選択肢があるかもしれない。ないやつはもうこれしかないなっていうやつなんでね、ちょっとね差がありすぎるんだよね。いやー嬉しい。ここまで今育ってます。昨日やりました、消毒。アザミウマがあまりにもひどいんでね、これからどんな感じに育っていくか楽しみです。こんな感じ。はい、そんな感じでもう相当順調。このままいけばいいメロンになりそうな。メロンの色もいいし、ちょっと首が長いかなって思いますけど、そこは味には影響しないんで、そのまんま素直に育てていけられればいいと思いますよ。いい感じです。はい。先週の農家通信でちーくん、おはようございます。月曜日の朝触媒で見ています。動画も差し込んでいただいて恐縮です。うちのメロンの苗も本葉2枚目が展開してきました。スイカはアブラムシが発生したのでスミチオンを散布し、
時間苗も土曜日に植え付け完了しました。スイカメロン、いただいた苗のスイカは16から18節までの伸びてきましたが、脂肪の位置が13から16の間だったので着火しまして、次の脂肪摘火して次の脂肪いいじゃん。13から16だと次はだいたい18から20、21、そこら辺はいいと思いますよ。玉伸びとかも含めながら。金色羅王です。金色羅王の苗、お嫁に出してるんで、ちーくん頑張ってください。名古屋みちんさん、森田さんこんばんは。ロジメロンのディーバと高見ですが、ディーバは一家じゃなくてもできるやつ。あと2日ぐらいで交配です。ディーバは5日前なので、ディーバは木がすごく太いですが、高見は細いです。メロンによって随分違います。その通り。これもう5日前の、コメントなんで、あと2日ぐらいだからもう多分交配してますね。高見メロンはね、 TL 高見の方が木ができるって言いながら、高見メロン自体がそんなに木が強い品種ではない。木が強い品種ではないんだけど、実は大きくなって味も乗る。だから高見を作り慣れてないと、初めて多分作ると、木ができなくて寂しいなって思うかもしれないですけど、意外とそれが普通で、その程度で、あんまりそれでもっと木を強くしたりするとこれ脂肪を持つのを忘れたりするんで、しないその程度がいいと思います。その点逆にディーバはもうアホみたいに木ができる。確かにおっしゃる通りです。木ができる品種です。ベロッサもそうなんだけど、萩原農場のロジメロンはかなり木ができますね。だからで木ができるんで、やっぱり要注意なのはお尻のところがピッて外れるやつが出ないかっていうのが怖いところなんですけど、そこら辺もそこまで怖いかなって思ったけど、ベロッサがうち結構ピリピリ割れたんですけど、そこら辺も初めての品種だったのでちょっと対応できなかったんで、そうなんです。メロンってそれぐらい品種によって、例えば前アールスロイヤルとかみやびとかと何品種か一緒に作った時があるんですけど、アールスロイヤルはやっぱりそんな木がそんなにできるタイプじゃなくて、上にスルスル登っていっちゃうタイプのメロンだった。でやっぱり他のと比べるとスルスルいっちゃうんで、徒長していくんで、管理は同じでも、だからちょっといろいろ玉が剥げていくのかとかすごく心配だったんだけど、大きく意外といいやつになった。多分だから素性がそういうメロンなんで、多分だからその違いも確認しながらやっていくのが、複数の品種やるんだったらいいと思います。はい、まさにその通り。はい、コメントありがとうございます。シャインマスカットの適量の動画で、本当にこの時期は、時間が足りなさすぎますね。やりたいことやらなければならないことありすぎて、どれも中途半端になっている状況です。草取りだけで1日が終了。そうね。うちもまだ芝刈りができていません。芝刈りやりたいです。あそこいらのメロンの際とか、芝の上に地下屋がかなりちょろちょろ出てきちゃってます。一回芝生きれいに買ってから、その後はまた新しい草が上に恵んできたら、芝生専用の除草剤、ゴルフ場とかで使ってるやつを巻いて、そうすりゃ一回は落ち着くんですけど、今度もう次の晴れには多分できるかもしれないな。はい、そんな感じでやっていきます。春夏はね、植物の成長にこう焦らされるっていうか、追っかけられるみたいなのが続いちゃうんで、なかなか大変ですが、今やっていきましょう。はい、次、ファイヤーファイターさん、インドネシアから、ブドウの成長が本当に早いですね。見ていてとても嬉しいです。うちのブドウも早く大きく育ってくる。インドネシアでブドウやってんのがすげえよな。休眠期がちゃんと取れるんだろうな。ぜひブドウ頑張ってください。また
次も袋かけとかの動画出しますんで、ぜひ見てください。コメントありがとうございます。鳥まかし。次は、2回目のジベレリン、土屋さん。こんばんは。うちは、富士見のりはジベ2回目終わり、適量も終わってます。社員は今週末から来週頭に2回やります。岐阜の方が少し遅いので、うちが遅いだけかは分かりませんが、ジベ前にほぼ適量を終わらせてます。何かの意図というより、やれる時間にやれることをやらないと間に合わないので、確かに。日曜日しか休みのないサラリーマンにはなかなかきついです。日曜日に雨が降ると投げます。そうだね。もうでも適流なんかはやれれば早めにやらなきゃいけないし、間に合わなかったら、でもブドウは雨の日あまりいじりたくないからね。病気とかの面で切り口とか、難しいとこです。もうこれも8日前。先週返信漏れしたのか。すいませんでした。ありがとうございます。土屋さん、コメントありがとうございます。ポチレオさん。12年前から、手動小型噴霧器を使い、1日で全房約1000房地べ処理しています。噴霧時の注意していることは、房両側から噴霧しています。疲れも軽減されて、処理後の状態も全く問題ない。へえ。普通にジベもこう噴霧器でシュッシュって右左やるんだ。あんまり葉っぱとかにつかないと方がいいって言われるんだけど、まあうまくやるんでしょうね。そうか。まあでもうち100ぐらいだったらこうつけちゃった方があれかな。でもいいアイデアありがとうございます。ポチレオさん、コメントありがとうございます。千ビギャーメロンの音が変わる、緩めていく動画で、イピカイピスさん、2回目のアークランドやりましたが、まだ硬く小さいのがあります。失敗なので、硬く小さくても、緩ませる努力、例えば、昼間をちょっと朝を蒸し目にして、で、乾かしてから水をあげるとか、そういうことを繰り返していけばいい方向には行くんで、すぐには諦めないようにやってみてください。コメントありがとうございます。作業が追いつかない先週の、メロン農家通信で、先々週だ。夜10波、夜10波さん。いつも楽しく拝見させていただいております。一つ質問があります。今まで森田さんは様々な品種のメロンを栽培し食してこられたと思いますが、その中でもこれはうまいと、他とは一味違うと森田さんのお気に入り品種ベスト3か。やっぱり一番うまいのは純系品種がうまいですよ。なんていうの、滑らかさがトロンとくるし、でも糖度計で見る糖度はそこまでは高くならない。だけど実際に食べてみると14度超えてたぐらいの純系マスクメロンと、例えばみやびとか、ベルダとかあそこら辺のメロンの16度と比べても 14. 点何度ぐらいなのに、それを超える甘さを感じるというか味を感じるんでね。だから静岡のメロンなんかもそんな感じなんだけど、クラウンとかアローマとかもうその純系とか純系に近い品種をやってるのは今もう、例えば岡山の僕に種託してくれた人とかはもう純系品種、そう集まりで市場に出してやってるような組合がもうほとんどないですね。ほとんどないっていうか、あまり分かんない。普通に買えるんだったらやっぱり千葉の温室連合会のアクアメロンか、あとは静岡のメロン、クラウン、アローマ、そこぐらいしかないと思うんですけど、そのメロンはうまいと思いますよ。食感というか香りと食味がいい。で品種とかで言うんだとすると、それに近いのは夏系で言うと、みやびなんかは意外とみやび夏系とかは滑らかになる。
で糖度も乗る。栽培もしやすい。しやすいかな。みやびはどっちかっつうとその中の品種でいうと作りづらい方に入るのかな。難しい方に入るのかな。ベルダとかとは比べると。ベルダとかは種がネットがふわっと一気にチラチラって回ってくるんで、結構ね一番難しい時期のネットの時期が意外と安定感持ってできたりするんで、なんかみやびはいいけど、もうあとねミカドのミレーとかもうまいですよ。ミレーもうまかったな。ミレー春秋系、昔聖火系とかってあって、聖火系は意外とやっぱり純系に近いというか滑らかになる感じだった。であとはロイヤルもそんなに悪くはなかったけど、お気に入り、うまいっていうのはまあそれなんだけど、お気に入りとか育てやすさとかそういうやつをいろいろやってみると、やっぱりみやび、ベルダ、ミレーとかは優秀なメロンなんだと思うんだよな。結構優秀でやりやすいメロンです。もし興味があればあれです。種配りおじさんが種を配るので、うちの概要欄の LINE に、連絡ください。そしたら住所を送るんで、封筒に種が欲しいって言えば送りますんで、まだやってます。でもうそろそろ成果系の種まきは終わりぐらいになってくるのかな。なので次はまた1週間10日1回夏系に戻って、でもう7月超えてくるともう春秋系ですね。春秋系、もし10月後半から11月取り、11月の上旬、向かうんでいくのはそこまでがギリギリってとこですかね。その時期もまたメロン、その時期のF1、僕が作った F1 配るんで、LINE に連絡いただければぜひそれも試してみてください。それはうちの純系品種と、ベルダを掛け合わせたやつなので、純系の作りづらさが少しはあるんだけど、やっぱりでもベルダが入ってる分安定してできると思います。ぜひ連絡ください。夜18さん、すいません、漢字なのでちゃんとに読めないんでまた連絡ください。次、先週のメロン農家通信で、こんにちは、メロンを植える前にどのような植え付け用培地を最初から準備するのか、または培地に何を加えるのかを、本当に知りたいです。あなたのビデオを見るのを楽しみにしています。ありがとうございます。メローンさん、インドネシアの方だよね。そんな動画実は作ってあるんです。肥料の動画と、あと蒸気消毒の動画作ってあるんで、両方ともここいらと、あと概要欄に載っけときますんで、ぜひ見てみてください。で、そちらにまたコメントいただければ、さらにあれを深掘りした動画作ってもいいですし、また見てみてください。取りまかし。井戸掘りの動画、地底4メートルまで掘り進めて分かった。地底4メートルどんなに深いのかなと思ってみたら地下4メートルなんですね。確かにそうですね。地下4メートルですね。すいません。じゃ地下4メートルって書いた方がいいか。ライブエリアさん、コメントありがとうございます。メロン農家通信の作業の秋山さん、質問ご回答いただきありがとうございました。LINE を送ってくれて、写真とか送ってくれたんで、僕が分かる範囲でちょっとアドバイスしてみました。うまくいくことを祈っております。秋山さん、コメントありがとうございます。マスクメロンの玉釣りメロンの育て方で、さな松さん。
使用してる紐は何ですか？まあ普通の3ミリぐらいの混合打ちの普通の丸紐とか平紐で大丈夫です。3ミリぐらい、3ミリ、2.5 から3ミリ。あんまり細すぎると首に食い込むので、2.5 から3ミリぐらいの太さがあれば、多分ネットとかで買うより近くのホームセンターとか行くとこうくるくる巻いたやつが売ってるんで、それが一番いいと思います。その方が安い。ぜひそれで買ってみてください。真松さんありがとうございます。先週のメロン農家通信で純一さん、いつも楽しい動画をありがとうございます。メロン栽培をするようになって一番失敗した年やその内容を知りたいです。反対に成功した年や何をもって森田社長が成功するとかは分かりませんが、満足した栽培内容を聞いてみたいです。一年中まともに行くことがまずないんですけど、とことん失敗したのも何回かありますね。メロンはね、アールス病っていう病気が出るんで、特に純系メロンはフザリウムの病気が出るんで、それで何回か全滅したことがありますよ。蒸気消毒が効かなくて。それと駆動不足とかいろんなことが相まって全部黄色くなったのが2年3年34年3年ぐらい前にあるんで、ここいらに動画貼っときましょう。見てみてください。まあ履歴として自分の反省のためにちゃんとにアーカイブ取ってあるんで。でね、結局1年を安定感、自分のクオリティの幅で栽培していければまあ成功なんでしょうね。でやっぱりうちほぼお客さん相手に全部売っちゃうんで、お客さんが美味しいってやっぱり言ってリピーターになってくれればこれは大成功です。まあそのためにやっております。純一さんコメントありがとうございます。趣味2さん、森田さんこんばんは。コメント返信ありがとうございます。私は愛知に住んでおり、おっしゃる通り1月の中旬から種まきしました。無加温のビニールハウスで栽培しているので、寒くなるまでは小さな育苗設備で育てており、定食できる時期には徒長してしまったので、来年もう少し時期を遅らせ、ちょっと上遅れ気味だったのでね、春は育苗も早く進むので、思ったよりちょっと遅らせてやってももうどんどん春は育っていくんで、逆にもう1月とかの種まきだとしばらく動かなかったりするんで、結局追いついちゃって、追いついた時にはもう徒長を始めちゃうんで、もう老化しているというか時間が経ってるんで、なので早めに育苗期間をもうちょっと短くするように考えてもいいかもしれないですね。その方が木もしっかりしていくんで。コメントありがとうございます。もはやパズルの動画でお疲れ様です。あそこまで絡んだら見なかったことにみんなやっぱり見なかったことにするんだな。いただいたスイカの苗もなりづるが20節ぐらいまで伸びたので脂肪がこれ3日前だ。じゃあもうそろそろ3日前で20節ぐらいまでいけば後輩ですね。着火一応保険で2回ぐらい鳴らせたいと思います。そうだよね、2回ぐらい鳴らして野球の球ぐらいになったらどっちか選んで1個にすればいいと思いますよ。で一家の方がね、金色羅皇はいいやつになるんで一家勝負でいきましょう。あとはそしたらあれですね、ハクビシンだとかそういうやつに1個しか命は残りライフは1個なので、カラスとか獣に要注意ですね。シャインマスカットの適流の動画で名古屋美人さん、森田さんこんばんは。自分の巨峰は順調ですが、雨よけのないところはやはり黒糖病が、出ています。路地ではもっと強力な殺菌剤が必要です。いろいろね、黒糖病。まず黒糖病は僕も動画でやったかどうかわかんないですけど、新芽が出る前にデランっていう農薬一発やっとくとだいぶ違いますよ。デランはもう基本みんな
やるようになってるんじゃないのかな。デランは休眠期に200倍だったかな。で葉っぱが出てきたら1000倍なんで、葉っぱが出てくる前に200倍を木にしっかりと染み込ませるっていうのが、俺動画でデランやった気がするんだよな。おっとマジか。うわ見えるかな。クモの巣完璧に、これはトラップだぜ。でもかわいそうだから、デランこれですね。よくまず振ってからお使いください。デランフロア油。ブドウ、黒糖病、バンプ病、ベト病、枝膨れ病。ほら200倍休眠期。こいつを初期に一発やってやるだけでだいぶ黒糖病違うと思います。デランやっときましょう。そっからいろんなやつ、例えばね、何番だっけな、何番、千代ノック M3 もこれも序盤にやります。結構ねこれもなんかね黒糖病にやっぱり効くんだけど、ブドウ、バンプ病、ベト病、ハイロカビ病、黒糖病、活斑病、1000倍。しかも収穫60日前まで。60日前までしか使えないってことは結構強い薬。M3 っていうのは、M3 ってなんだっけな。大山とかそうかな。大山。M3。自慢大山ですね。これ系の剤ですね。大山でもいいんだけど、多分こっちの方が60日前だからね。大山はね、ぶどう1000倍45日。大山は45日前まで使えるんで、ということは60日前までしか使えないやつの方が強いってこと。で僕はさっきやろうって言ってたのはこれ52番って薬はなかなかないんで、次はこの右は20を袋掛け前に。であとはあれかな、あれもあるんだよな。オンリーワンもどっかにあるんだよな。オンリーワン3番だから3番の殺菌剤の3番なんで、オンリーワンはトリフミンとかそこら系統だね。3番。それもやっぱり黒糖病に効くんで、黒糖病の殺菌剤っていろんなやつがあるんで、さっき言ったように M3 とか3とかあそこらのラックコードの違うやつをどんどんローテーションでかけていくのと、あとは防除歴ってネットで調べると各県がいろいろ、山梨とか長野とかいろんな県がこの時期にはこれやりましょうみたいなやつを出してくれてるんで、それを参考に、それが何年版って多分出てくるんで、それを参考にやっていくといいと思います。はい、次。これ名古屋ミーチンさん、コメントありがとうございます。フォレスト46323。袋掛けの受けかごを腰に縛り付けるのはアイデアですね。私は適量を地面に落としているもんですから、歩くたびにプチプチし、目場も歩く。確かに。まあでもこれ負担じゃないですからね。ただここに腰にカゴをかけてるだけでポロンポロンポロンって、もちろん外れる時もあるんだけど、まあ別に外れたら外れたで。でうちは何しろヤギの大好物なんで、ヤギに食わしてやりたかったんで。はい次。シャインマスカットの適量の動画で武藤さんお疲れ様です。久しぶりに見ました。シャインマスカットすごく大きくなってびっくりです。暖かいから成長が早いのですが楽しみですね。また見せていただきます。いつもありがとうございます。今年はそうですね、スタートが早かったのかな。少しブドウいつもよりちょっとスタートが早かったですね。コメントありがとうございます。としひろさん動画配信ありがとうございます。私もドリアン大好きです。日持ちが悪い果物のため、そうだ、としひろさんはタイに駐在してたんだからね。
ため考えたのが、完熟で柔らかいものを茶こしペースト状にし、瓶詰めし、冷凍庫で保存します。瓶の蓋はプラスチック製だと冷蔵庫全体に匂いが移るため、そうだね、ドリアンを冷蔵庫に入れるのはなかなかのリスクだからね。シャーベット状ものにバニラアイスを混ぜると大変美味しくなります。近年ドリアンは中国商人のアウト買いで値段が高騰し食べれなくなったとタイスタッフがこぼしておりました。へえ。でもそうしたらさ、その需要のおかげで販売のコストじゃねえ、販売の値段が上がるんだったら生産者はそんな悪くないかもしれないですね。まあいつも買ってる人はね高くなっちゃうのかもしれないですけど、山猫って書いてムサンキングとかはうまいっすね。ねっとり感が。もっとすげえ品種あるのかな。マレーシアとか行ったらムサンキングがいいっすよっつって、やっぱりそれが一番高くて、でも美味しかったですね。ドリアンムサンキング。コメントありがとうございます。気まぐれ0817さん、すごいですね。勉強になります。ハウスでメロン栽培すると年何回収穫できますか。これか、これこれ1部屋あたりだいたい年 4.5 回。いや最高に回す年で。でも今もうそんなに急いで作らないようにしたので、っていうのもうちも女房もまあいろいろフルで走り抜けるにはもう疲れてきちゃうんで、今年4回回るか回んないかです。マックスで年 4.5 回回します。でうちメロンのステージが12ステージあるんで、まあ約50回、年間約50回、植え付けと収穫を繰り返します。ステージがいっぱいあるんで。であとはあれかな、しかもそれとあとはパイプハウスが2つ、2連投と1連投、スイカのところと4種類の高見メロンとかやってる。でそっちにトマト入れるか、冬はそこを休むか、そんな感じでやってますね。もう今の状態だったらそこが目いっぱいですね。もう 4.5 回は回せないな。4.5 回これを回すってことは、収穫終わったらすぐ切り上げて、でもう次の日に蒸気消毒をして、その次の日に植える。中2日で次の作を植えなきゃいけないんで、そのペースがちょっとやりきれなくなってきたなっていうのがありますね。でね、それでもできるんだけど、今は体力硬化とかいろんな病気、虫系の病気があるんで、よっぽど高回転にするとそれを次の作に持ち越したりするようになっちゃったんで、悪い病気を。それもあってちょっと間を空けるようにして回せたとしても、年4回がいいところかな。1部屋年4回です。コメントありがとうございます。気まぐれさん、気まぐれ0817さん。次イミシャ3655さん、最近このサイトを知り、興味深く拝見しております。一点教えていただきたいのですが、このような栽培方法でスイカは樹根内だと思いますが、連作障害の対策とかはどのようにしておられるのでしょうか。ご教授ください。さっきのインドネシアの方の植える動画のところでもあれしたんですけど、うち隔離ベッドなので、ベッド栽培なんで、毎作蒸気消毒やります。蒸気で消毒します。もう暖房回ってるぜ。そこまで寒くないんだけどな。暖房回ってる。でベッドの中、この中の土だけで育てるんで、これを蒸気で消毒します。そんな動画も撮ってあるんで、また概要欄からちょっと見てみてください。それでフザリウムっていうやつを、フザリウムはゼロにはできないんだけど、高温でだいぶ減らすことができるんで、1作分は、フザリウムを持ち越す。結局接ぎ木するっていう、スイカもメロンも接ぎ木する最大のとりあえずの目的はフザリウムです。フザリウム予防のために、フザリウムっていうのは真夏のすごく暑くなってくると活動が鈍るんで、その時期は抑制のスイカとかも未生やる人はいるみたいなんですけど、
隔離とかポット栽培以外で地面露地でやろうと思ってもやっぱりそのフザリウムの影響があるんで、みんな接ぎ木をしなければならない。で春で今多分ネットでも未生スイカで今の時期出回ってるスイカほとんどないんじゃないかな。ないと思うんですけど、そうだからそうしてますね。でもし自分でやるんだったら僕この中でよくあれしてるんですけど、ある程度大きめのポット、ちょっとやっぱり根域がスイカなんか欲しいんで、ちっちゃなプランターだとやっぱり足らなかったりするんで、ある程度大きめのプランター、例えば、こんな鉢、昔自分で作った、これなんかペール缶ですね。ペール缶に穴開けたやつ、ペール缶に穴開けたやつ、最低でもこれぐらいの鉢欲しいな。これぐらいの、これに土を入れ、土買ってきたバイドとかだったらいいのかな。栽培用バイドとか買ってきたやつを入れて栽培すれば大丈夫かな。あとはもしくは自分のところの土を入れて夜間でお湯を沸かして、それで殺菌してあげる。そうするとだいぶフザリウム高温に弱いんで、高温で退治できるんで未生スイカできるかもしれません。メロンでもアールス病、特に純系アールスはそのフザリウムの耐性が一切ないんで、蒸気消毒をしないとできないメロンで、そのメロンを純系アールス抵抗性がないメロンを作るために生まれた技術が蒸気消毒なんで、だからスイカの方にも応用して使えるみたいなところがあります。で今の買う種のメロン、さっき言ったミヤビだ、ディーバだベルだとかさっきまで挙げたやつは全部抵抗性がついてます。ただフザリウムにもいろんなレースっていういろんな種類があって、大まかな初期の種類の抵抗性はついてるんですけど、新しいやつのレースの抵抗性がついてないものもあるんで、それが出ちゃうとどうかなっていうのもあるんですけど、一般的な抵抗性はついてるんで多分できると思います。スイカの方が多分フザリウムに弱いんで、よっぽどしっかりしないと最後まで持たずに立ち枯れていくっていうことですね。コメントありがとうございます。なんか熱くなると話が長くなる。やべえ、1時間になっちゃう。いきます。うどんこ病の動画、ファイヤーファイターさん、すごくいいですね。適切な手入れ、継続的に行うことで植物を、害虫やカビから守ることができます。その通りです。コメントありがとうございます。取りまかし。ナダモンさん、素晴らしいメロン、ありがとうございます。ありがとうございます。この方もインドネシアかな。ナダモンさん。ナダノンさん。ナダノムさん。ありがとうございます。次。30分で掘れた井戸の動画で、のび太さん、のび太 B5V さん。土の中は石がある。粘土があり、砂がある。そう。その測定に地盤調査があるが、石があると貫通できない手法で企画されている。まさに。なので、この方法、もうとりあえず水で刺してって、もう大きな石に阻まれたら、もう違う場所に移るみたいな感じでやるようにしてるんで、もう下を掘って石をどけるとかだったら、次の場所みたいな再チャレンジした方が早いんで、こんなやり方になってます。のび太さん、コメントありがとうございます。千匹屋メロンの、下派整理の動画で、陸良さん、森田農園さんの動画を見て、メロンを家庭菜園で頑張っています。下書き、勉強になりました。スイカより花粉少ないですよね。受粉失敗が多くて困ってる。受粉失敗はね、やっぱり午前中、
早い段階、花が咲いてのすぐの段階は花粉が、確かにスイカと比べると花粉量、一つの花の花粉量は全然違うんですけど、やっぱり花が開いてから花粉がどんどん減っていくんで、早めにやるっていうのと、あとはもうこれどうしようもないんだけど、天気がいい時に、今日みたいな天気より天気がいい時に交配してあげたいですね。で、あとは花を濡らさない。花が濡れると、花粉が濡れるとやっぱりどんどん花粉弱っちゃうんで、そこいらを注意してちょっとやってみてください。コメントありがとうございます。野々原裕太さん、お疲れ様です。下垣お疲れ様。こちら一部の品種ですげえ丈夫は、毎年株元付近の葉がマグネシウム欠乏みたいに葉脈だけ緑色が残る現象になるので、最初粉じらみかなと影響を持っていました。自分も葉かきやってみようと思います。うどんこ病については品種にもよりますが、今年は一種類がめちゃめちゃうどんこ病にかかっていて、天気のいい時にトンネルを全開にして乾かしながら防除しています。いいことです。違う薬剤を使いながら3回防除と治療用を散布していますが、葉っぱが1枚分真っ白になってやられました。まだまだ少しずつ侵食をしていて油断できない状態です。うどんこ病は特に赤肉系の大葉品種がひどく、去年は南砺さんのマリアージュがかなりしつこいほどやられてしまい、後の収穫時に味がおかしくなってしまったのでほとんど捨てました。今年はそのトラウマを思い出すかのような品種なので、収穫まで耐えられるのかが心配です。さらにこれから連日の雨が降るらしいので、うどんこ病の他にベト病と葉先から来る反転細菌病がかなりあり心配です。実の方はあと2、30日以内のところで収穫時期になりますが、ここからが正念場。森田さんのメロンと比べられたら、いいですね。お互い忙しい中で頑張っていきましょう。うどん粉はね、出ちゃうとそうだし、今、さっきのフザリウムじゃないけど、今のマリアージュにしても、だいたいうどん粉抵抗性はついてるはずなんですけど、個体差があって、しっかりしてる抵抗性のものと、抵抗はするんだけど、やっぱり、抵抗性が弱いものあるんで、うどんこ病はどっちかっつうと、うどんこ病もフザリウムも優性遺伝なんで、掛け合わせれば多分そのやつは弱いなりにも抵抗性は引き継げるはず。 CCYV アポロンみたいな CCYV 系のやつは先性劣性遺伝なんで、ちょっとF1 を作るときにちょっと作り方が変わってくるんですけど、うどんこ病は今一番効くのはこれです。布石ワイド、住友化学ですね。住化布石ワイドフロアブル、これね 500ml で1万円ぐらいしますが、今一番効きます。治療効果もあります。そして残るっつうか、その後の防除も強い。なので僕は交配前に一発と、あとは様子を見ながら最後途中でもし出てくるようであれば1回入れる。もちろんその間に違う、系統の殺菌剤入れるんですけど、多く一作のうちに1回入れとくとだいぶ変わってきます。ぜひやってみてください。もう野々原さん分かってんのかな。布石ワイドぜひ概要欄に貼ってみよう。楽天のやつスーパーセールかなんかやってんのかな。それのあるかもしれないんでちょっと貼っておきます。本田さんこんばんは。昨日東海市は30度です。暑い一日です。昨日確かにこっちも暑かったな。やっちゃん下はぜり、まさに今私がやらなければいけない作業です。今年はたくさん虫がいてウリハムシを5匹取りました。ウリハムシはどうしようもないというか寄ってくる。でもうちはあまりウリハムシには困らないのは、どっかのタイミングでネオニコ
4A の殺虫剤が入ってるんで 4A の殺虫剤入れとくと意外と寄ってこないのと、イメージなんですけどウリハムシって虫が出ると寄ってきたりするような気がするんだよな。特に路地、ハウスの中だと、温室の中はそんな寄ってこないですけど、路地でアブラムシにかじられたとか、スリップスがアザミウマにかじられたとかで植物が傷むと自然農薬ってやつをあれが出すんで、植物自体がかじられたくないっつって自分からもうかじられないように出すんで、それに寄ってくるようなっていう話を聞いたことがある、昔。ウリハムシなので、まずはそうですね。ただ5匹でウリハムシかじるからね、葉っぱ食うから穴が開くんで多分すぐ分かると思うんで、4A あれはもう寄ってこないと思うんだよな。ぜひ 4A やってみてください。でもモスピランとかって言ってたから、そういうやつそれ系やっとけば多分もう大丈夫だと思いますよ。そんなにやばいほどは。4種類のメロンの栽培日記、去年のやつ。小山修二さん、水のやり方を教えてほしいです。水のやり方か。基本は乾いたらかけるを繰り返す。簡単に言うとそれぐらいしかないんですけど、生産、水を切ったりなんだりするっていうやり方はメロンの一生の中に1回2回ぐらいしかないんで、そこは結構丁寧に動画作ってたりするんで、動画見てみてください。はい、どこのタイミングかって言われればまたそれには答えるんですけど、それ以外の生産以外の時は基本乾いたらかけるです。あとは第二肥大期の時に水を張り込む、それぐらいですね。基本は乾いたらかけるでいいと思います。コメントありがとうございます。ミネコやんばるさん、下葉取りなどの丁寧な地味な作業が後々の秀逸したメロン作りにつながるんですね。お疲れ様です。ありがとうございます。井戸掘り、8メートルの井戸掘り、会津まで井戸掘りに来てもらえますか。遠征か。遠征、三島まで1回行ったんですけど、なかなかその動画が作れてないな。作りますが、会津も行って掘ってみたいんですけど、会津山標高高いんで、かなり水のあれが山背負ってたりすれば上からこう流れてくる水圧があるんで、ある程度目星がつくかもしれないんで、カズオマッキーさん、概要欄に僕の LINE 貼っておくので、貼ってあるので、そっちの LINE の方に詳細な掘りたい場所を教えて、ピンなんかGoogle マップかなんかのピンのアドレスとか教えてもらえれば、ちょっと標高とか周りの地形を見て分析したいんで、ぜひそっちにあれを連絡ください。はい、そして今週ラストのコメント、ブルドッグ NI さん、お疲れ様です。下の方に玉が見えますが、何節目に着火させているんですか。このやつはだいたい12から15節、線引き合い付録12から15節に着火させてます。なので、そこら辺でですね、ちょうどそこら辺がこのタイミングではいいのかな。これから成果に向かって暑くなっていくと、その暑くなってくるタイミングの時にはちょっと下に下げる。で、寒くなっていくとちょっと上に上げるみたいな感じでやっていきます。はい、これで全部コメント返しできました。今日は1時間以上待っちゃいました。長尺な動画になってしまいました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございます。それでは来週はスイカの動画、4種類のメロンの動画、ぶどう、線引き合い付録の動画作っていきますんで、ぜひまた見てみてください。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございます。